こんにちは、インドカレー主婦です。今日はココナッツを使用した南インドのケララチキンカリーを作ります。どうぞごゆっくりしていってくださいね。まずは手作りの特製スパイスを作っていこうと思います。グリーンカルダモン4個、クローブ3個、フェンネルシード小さじ1/2、ブラックペッパー14粒、シナモン小さめ4かけを準備します。カルダモン、フェンネルシードの爽やかさとブラックペッパーの辛さが引き立つ比率にしています。ブラックペッパーの数は厳密でなく、1、2個ずれても大丈夫ですからね。フライパンに集めたホールスパイスを入れて、から入りします。最初は中火で、パチパチとフェンネルシードが弾け始めたら今度からフライパンを離し、遠火で優しく動かしながら少し香ばしい香りがするまで入れます。だいたい1分半くらいでしょうか。スパイスの香ばしい香りがしてきたので余熱で焦げすぎないようすぐ容器に移します。入り具合は香りと少し茶色く色づく色で判断します。そしてインドのすり鉢、オカールですりつぶします。電動のグラインダーなどお持ちの方はそちらでどうぞ。手動の限界です。カルダモンの殻はすりつぶせないので、今回はグレービーの舌触りのために取り除いておきます。続いて玉ねぎを炒めていきます。フライパンに油大さじ2を入れます。油が温まったらフェンネルシード小さじ1を加え、フライパンが温まっているとすぐ弾けやすいので、油にフェンネルシードが1周回ったらみじん切りした玉ねぎ中サイズ1つ分を加えます。玉ねぎがしんなりとしてブラウンカラーになるまで炒めたら、みじん切りしたニンニクと生姜各大さじ 1.5 とスライス切りした青唐辛子2本を加えます。1分ほど炒めたら一旦火を消しパウダースパイスを加えます。ターメリックパウダー小さじ1/2、コリアンダーパウダー小さじ2、レッドチリパウダー小さじ1、先ほど作った特製スパイス全量、塩小さじ1、ドライカレーリーフ1つかみを加えて今度の火をつけ、中火と弱火の間の火力で全体をよく混ぜ炒めます。ちなみに辛いのが苦手な方はブラックペッパーの辛みだけでも十分なので、レッドチリパウダーは省略してくださいね。パウダースパイスが鍋肌に張り付く場合は水少量を加えます。2、3分炒めたらカットトマト缶大さじ3を加え、さらに炒めます。トマトが崩れて全体がまとまる程度に2、3分炒めたら鶏肉を加えます。今回は手羽元約 400g、12本を使っていて、火の通りを良くするために骨の脇にキッチンバサミで切れ目を入れています。そして鶏肉全体にマサラが絡むよう丁寧に全体を混ぜます。普段は食べやすいので鶏もも肉を使用することが多いのですが、骨付きは旨味をより感じます。時短でホロホロに煮込みたい場合は圧力鍋を使っても良いと思います。インド人あるあるか、うちの夫だけか分かりませんが、ホロホロにお肉が柔らかくなるまで煮込むより、ザ・肉という感じの噛み応えある食感の方が好きだそうです。なので、皆さんはお好みで、この後の煮込み時間調整してくださいね。2、3分全体を混ぜながら炒めたら、水 200cc を加えます。そして蓋をし、弱火で煮込みます。水分がなくなりすぎないよう見張りながら、3分ほど煮込んだら、蓋を開けて鶏肉を裏返します。この時、水分が少ないようでしたら、水を足してくださいね。ただ、濃厚な味のグレービーに仕上げたいので、水分量は鶏肉に火が通るために必要な量と考えていただくと良いかもしれません。時折混ぜながら、鶏肉に火が通るまで7、8分ほど炒めたら、ココナッツミルク 200ml を加えます。全体をよく混ぜたら蓋をして弱火で約8分煮込んだら、最後に味見をし、塩で味をお好みの濃さに調整してくださいね。そうしたら完成です。音声はここまでになります。最後の美味しい瞬間は画像でお楽しみください。ありがとうございました。